こんばんは。よいしょ。Good evening. よし。Good evening, everybody. Welcome. すごいボソボソ。ボソボソだね。こんばんは。なんかお久しぶりな感じ。すいません。先週ちょっとお休みいただきました。How are you feeling? もう大丈夫です。なんか久しぶり、風邪、まあちょっと咳で言ってたりしてたんですけどね。でも、あれこれ合ってるかな？もうすっかり大丈夫です。It's kind of going around, isn't it? でも久しぶりだね。なんかこう風邪っぽいのって何年ぶりだろうっていうぐらい。でも風邪ってことでもなかったんですけどね。ちょっと久しぶりにもう動きたくないなっていう時がありまして。皆さんないですか？そういう時。まあでも久しぶりにゆっくり休みました。まあちょっとね、スケジュールが結構いろいろあったり、イベントがあったり、たくさんあったんで、ちょっと疲れちゃったっていうのもあるんですけどね、もう今すっかり元気です。なんか皆さん、なんかこうメッセージとかね、送っていただいて本当にありがとうございました。はい。ということで、先週は2月の頭だったんだよね。そう。だから、ETJ がありましたね。コンパスが終わって、It was interesting, ETJ, because I didn't know anybody there. I mean, a few teachers came to our room to listen to my presentation, but they didn't know me. そう。Brand new 全く初めましたのね、先生がいらっしゃっていて、もう日本人の方は一人もいらっしゃらなかったんですけど、でもね、面白かったね。ちょっとお話をすると、イングリッシュアップリフトは 6C をね、歌ってやってきてるわけなんですけど、そのうちの一つのね、大事なコミュニケーションっていうところ。で、コミュニケーション、これコンパスでもね、話したんですけど、英語でコミュニケーションできるようになりたいって言いながらコミュニケーションを取ってんの本当にって、コミュニケーションそのものを教えてるのかっていうね、話題になったと思うんですけど、まさにね、今回、ETJ ではそのコミュニケーションの部分についてお話をマシューからしたんですけど、もうみんなね、英語を教えることで頭いっぱいになってるね。コミュニケーションを取るっていう意味もちょっと置いておいてある感じがあって、どうやったら上手に教えられるかとか、どうしたら楽しい授業ができるかとか、その楽しいの定義もね、ちょっとよくわからないんだけど。でも結局ネイティブの先生言ってたのは、試験があるからね、みたいな感じで言うのね。そうですかってこっちからすると、試験があるから教えてるんですね、みたいな。試験があるから教えてるんだったらコミュニケーション、この子供がなかなか喋らないとか関係なくねってなっちゃうわけよね。子供たちに英語を使ってほしいって思ってるけど、別に中学校の英語でそんなスピーキングのテストとかあるわけでもないのに、じゃあやってる思ってることとやってること違うじゃんっていうね。結構そういう人多いのかなわかんないけど。なんかね、そんな感じがしましたね。But they welcomed the message of the presentation very nicely, and they were very surprised at what I showed them. そう。で、やっぱりね、なんかびっくりされてたんですよね。マシューのクラスの子は本当に英語喋るねみたいな。Well, the other thing too, I did a very brief mock lesson with them just to show them a few things. And during the lesson, obviously, as many of the teachers that we work with know, I
I make mistakes. うん。 And なんか変なの。 it's a little bit strange, isn't it? I'll move this way. Make mistakes in the lesson, and things are they don't go very smoothly. うん。 And they seriously thought that we had some big problems. うん。 Not enough magnets. The magnets didn't work. And I was like, loving it. なんだろう。よくね、養成講座とかでも話してるんですけど、アクティビティっていつから始まるのって話で、で、なんか、教室入ってきてから、じゃあ、Hello everybody, let's start English って言ってからが、レッスンって思ってる人が大半だと思う。まあ、それはそれでいいのかもしれないけど、私たちそういうふうに思ってなくて、子供が教室に入った瞬間から、More activity stuff. アクティビティが始まってるっていう感覚なんですよ。でも、そこが、ね、ごめん。違う Yeah. んだよね。So while we were setting up for the activity, I thought this was activity, setting up for the activity. But of course, nothing worked. There weren't enough magnets and this and that. And they were seriously worried, you know. And I said, sorry, I've got some blue tacks. It was okay. And then the activity started. But of course, for me, it had already long started. But they didn't know that. そうだから、まあ、ここだけ話してもよくわからないと思うんで、あれなんですけど、やっぱりちゃんと教えることが、英語教育みたいに思い込んでる人が多いなって思うのね。で、なんか、そのちゃんとって何っていうところもあるし、で、コミュニケーションってちゃんとなのみたいなところもあるし、コミュニケーションってどういう時に起こるものなのかっていうことを知らないでやっていると、やっぱり疑似的な ABAB みたいな、なんかこう決められた答えがもう分かってる、要はちゃんと覚えて言えてるかどうかのチェックをするようなコミュニケーションもどきのスピーキングチェックみたいなのをやっぱりやっちゃうんだろうなって思いました。まあ、これね、でも、その日本人の先生うんぬんかんぬんじゃなくて、ネイティブの先生はもう同じよね。Same. だからそういうところに行って先生たちの反応を見れば見るほど、なんかまだ私たちが伝えたいって思うことはまだまだ伝わんないんだなっていう感じもあったし、あともう一つね、別にいいんだけど、そういうこうマッシュがこういうふうにやってるんですよっていうのを言って、じゃあやってみますみたいな感じで。Yeah, I'll try it on Monday. そう。Okay. いや、やっていただくのは全然いい Of course. し、いいんだけど、ねって、どうしてそこでハウツーしか見ないかなって。なんかいいアイデアがあると、やってみようって全然いいんですよ。いいんだけど、なぜそのアクティビティができたかっていう、そのプロセスとか、何を考えてこれができてるかっていう、そこにもっと関心を持ってほしいんだけど、なんかこう、やっぱり上っ面の、こういうふうにやるのね、みたいな、軽く。こう上辺だけ持ってって、I'll do it on Monday って言われると、どうぞって、その後、どうすんのみたいな。そのアクティビティ一回やってどうすんのって思っちゃうんだよね。I mean, I was very flattered with that comment. I mean, she could have walked out saying, that was terrible. I'm not going to try that on Monday. But she said, I'm going to try that on Monday. So that's nice. I felt it as a compliment, but it was, I don't think the teachers understood how deep this concept goes. そこにいつも私たちはこう結構フラストレーションを感じるのね。いいんだけど、こういうふうにやるのねって、こういうハウトゥーだけじゃなくて、なぜ何のためになぜこういうアクティビティができてるかっていう根本的なところを知ってもらわなかったら、結局、やってみた、よかったよって言うじゃん。で、次どうすんのって言うんだよね。いや、だからさ、みたいな。
いつまでもハウツー聞きまくってて、Yeah. やるのかっていうね。Something that did surprise me was one of the comments they made was, but how are you aware of what you're saying and what you're doing? I'm like, yeah, aren't you? In other words, they don't think, no, teachers at that particular meeting indicated to me that they didn't think very deeply about what they were saying, when they were saying it, and why they were saying it in the classroom. They weren't really aware of what they were saying or what they were doing in the classroom. I think no, they were aware of teaching, but weren't aware that every minute in the classroom is another important aspect of teaching. ただ喋ってんじゃなくて、子供たちのアウトプットを引き出すために喋ってるっていう。You talk, or you move, or you don't talk, or you don't move. そう。なんかね、そこが違うのかって思ったし、でもっと言うと面白かったの別にいいんだけどさ、ラーニングワールドのね、アクティビティシート集みたいなの使ったんですけど、これ面白いね、どこで買えるのって言われて、まあいいんだけどね、いいんですよ。それはそれでね。いや、それも面白いんだけど、分かってるかな、そこじゃないんだよなっていう思いをしながら帰ってきました。でもね、もういつものことだよね、マシュ。Yeah, that's and in a way, I was kind of happy because not many people came. We were wondering how many people are coming. I wonder how many people are coming. We expected a few. でもなんかやっぱ最後だから、2日目最後だから結構みんな帰っちゃってたね。I think everybody went home. Mind you, the presenter before me, I'm okay to say his name, David Paul, who is the organizer of the event. Well, I waited outside the room. He was presenting in the same room before me. Now, he had a full house with people standing room only. Phonics ね。Phonics. Phonics 強いね。Phonics 強い。You know, I should. Phonics って言うと I'm going to do phonics and I'm not going to do phonics at all, just to get people. それはコンでしょ。ダメでしょ。いやでもphonics。Did I say phonics? Oh, I meant communication. いや、それダメでしょ。ダメですね。でも相変わらず楽しかったです。I like going there. I like the rooms there. And it's nice to see people you know, except they don't come to your presentation. But that's all right. Yeah. いや、でもなんかね。いいね。いいね。では。はい。今日はですね、インターネットの話をしようかなと思って。Yes, recently, we've been discussing the internet. It's kind of come up in a couple of our conversations. We kind of feel as a family. Hey, Kyoko Sensei, good evening. お久しぶりです。Thank you for joining us at today's meetings again for Learning World. I mean, we even have started a big puzzle, a jigsaw puzzle in our family. It's 1,000 pieces. This Disney jigsaw puzzle. It's over there in the corner. なんかステンドグラスみたいになるやつね。And it's really hard, but we kind of felt that we all needed a little bit of detox from our digital detox. Yes, from our tablets and platforms and devices. So we're spending more time as a family doing this jigsaw puzzle together, and it's really hard. So yeah. で、なんかふとね、やっぱり娘たちもちょっとタブレットを持っていてゲームとかしたりするんだけど、なんか自分が子供の時ってそういうガジェットもなかったわけじゃないですか。それこそスマホなんてないし、いわゆる携帯電話もないからね。Well, this is it. When we have these discussions as a family and our kids, they listen to their dad and their mum complain about how much time they're spending on, they're like, and then they have to hear the stories. Look, when we were kids, we didn't, right? Which I know is not very interesting for them to hear. 考えられないみたいな感じになるのね。
想像もつかないっていうね。And so, yeah, and our girls take their tablets to school and occasionally decide to skip class and keep playing their games. So it's become a bit of a problem. We have to, we can't let them take them to school. When it gets late at night, they've got a time limit and they've got to give them to me because otherwise they'll 一 still 応 watch. 時間はねこう区切って、うん何時間以上ダメだよとか何時から何時まで Yeah. ダメだよとはしてるんだけどね。But the internet, obviously, if you use it wisely, it's an amazing resource. うんうんうん We can access information Mm. very quickly. うんうん Pretty much anything we want to know, うんうん we can find out very quickly. うん So it's obviously changed our lives, all of us. うん And sometimes I think we forget, in fact, how much we have changed. うん The age of information Mm. has really, really changed us. Now, we're going to refer to a book called 100 Things That We've Lost うんうんうん Since the Internet. うんうん We've lost the author of this book, which I haven't read, but I think I'm going to read it because I read the review and I want to share some elements of the review with you. And I was reading it, and we're going to share some of the ideas in this book, and it's so true. There were a lot of things that I'd totally forgotten that our lives were like that. Can you hear me think of one way? Because he tried to think, well, what's really changed? Can you remember life before the internet? And now life after the internet? What do you think we have lost? 時間 Oh, that's very interesting, isn't it? But that always happens. When things get more convenient, you don't actually save time. You make yourself busier. 本当思わないそうなんだよね。例えばさ、ほら、洗濯機ができて、うちはなんだっけ、ほら、ルンバとかないんだけど、自分で掃除機をかけなくてもしてくれるわけだから、それだけ時間が Yeah. できてるはずなのに、なんかすっごい忙しさが変わらないとか言ってあるじゃん。 Yeah. That's a good point. The more convenient things get, the busier you get. You don't save time, actually. なんかそういうのがない時の方が、そうなんですよ。時間がゆっくりしてるし。Absolutely. I used to live, and actually we used to live in Saitama. Now, I loved it out there. Hiromi found it hard to get used to it. And she gave it a good year and thought, no, we should move back to Tokyo. But I had always lived in Saitama. And nothing was convenient in Saitama when I lived there. This is going back more than 22 years ago now, about 22 years. I've lived in Tokyo for about 20 years. But before that, there was no convenience store. The nearest shop was like a 6-minute walk closer to the station. That was where the supermarkets were over there too. So it wasn't a convenient place to live. We moved to Tokyo and everything is just around the corner. There are convenience stores here, 24-hour banking here, 24-hour shops here, right, restaurants. Everything was really convenient. But I found the weekends in Tokyo slipping by very quickly. A Saitama weekend felt like a long weekend. It felt longer. Weekends in Tokyo just zip by like that. It's already Monday. まあでもさ、仕事が変わったっていうのもあるけど。Not really. Because when I moved to Tokyo, I was still working the same, more or less the same hours. In fact, a little bit longer. And I didn't work Saturdays and Sundays. So the weekend was still the same. でも私はめちゃくちゃ忙しくなったよね。
教育委員会辞めてからね。All right, what else have we lost, do you think, to the internet? Ideas, if anybody's got any ideas, don't Google them because you won't enjoy this evening's broadcast. Just whatever. Whoa, Kyoko sensei, that was fast. めっちゃわかります。私の母は3人年子の専業主婦でしたが、小学校の時は家に帰るといつも雑誌読んでお茶してるか、近所のおばちゃんとケーキ食べてお茶してるか、とにかく暇そうでした。近所にスーパーもコンビニはなかったので、買い物とかめっちゃ大変だったと思うんですが、そうなんだよね。不思議よね。だってさ、昔の人はこうやって洗濯板でこうやって洗濯までしてさ、めちゃくちゃ大変だったと思うよね。Oh, okay. I thought that's not your時代, is it? でもあったけどね。そうそう、インターネット、でもインターネットっていうか、やっぱスマホができてからものすごい生活変わったよね。インターネット、それこそ私が仕事してる時インターネットってなかったんでね、E メールもそんなになかったし。I think one thing, especially the Japanese, have lost, not lost entirely, but has certainly gone down is their ability to write. それはあるね。手紙を書かなくなったっていうのあるね。昔はそれこそほら、手書きでね、なんか手紙を書いたりっていうのがあったけど、手書きっていうのがなくなったよね。それこそこうメモ書いて置いとくとかいうのも、今だとなんかもう LINE で打って置いとけばいいみたいな感じがあったりとか。あと、そうね、書かなくなるっていうのはすごくあるね。文字が書けなくなってくるもんね。もうマッシュなんか見てると、もう打ってもないもんね。喋ってるもんね。Yeah. Yeah. そうそう、それはあるね。Also, people's sense of timing. I'll meet you at the station. If you're 10 minutes late before the internet, it was very frustrating. そう、昔なんかこう、ほら、駅のとこにさ、黒板とかみたいなのがあって、こうメモを書いてさ、先行ってるねとかさ。あ、そうだった。駅にさ、ホワイトボードだった、メッセージボードがあって、で、何月何日って日付が書くとこがあって、で、自由に使えるの。そうそう、そこにメッセージを書いててさ、友達が来ないから、先に行ったのとかさ。言ってるねとかさ、なんかそんなの書いてた気がするね。へえ。But now it doesn't matter. All right, well, call me when you get to the station or text me when you get to the station. I'll be in the coffee shop とかさ。でも今さ、電話もしないじゃん。No. 携帯電話じゃなくてね、もう何でもこう、ネット経由で。Yeah. 変わったね。All right, shall we just briefly thought of some ways that we think things have changed and actually gotten maybe a bit worse. We've lost things. Okay, so let's have a look. And the reason I was made aware of this book is it came into my Facebook feed, this review. And I'm going to share a review. I'm going to share it with you. Now, first of all, I should credit the author. The author's name is Pamela Paul. Her name is Pamela Paul. And she wrote a book called 100 Things We Have Lost to the Internet. Goes like this. Imagine stepping into a time machine, not to visit the roaring 20s or ancient Rome, but to a mere 20 years ago. A world without Google Maps, Instagram, or the constant hum of notifications. Pamela Paul's 100 Things We've Lost to the Internet invites us on this unexpected journey. Not to romanticize the past, but to help our relationship with the present. Here are 7 of the many things that we've lost that resonated deeply with me. So she's listed 100, but this review is going to talk about 7 of them. Number 1, the thrill of the unknown.
The なるほど thrill ね。 of the unknown. Everything's known now. Everything you can get to know about in advance. 知ろうと思えばね。 So, あ the thrill of the unknown. うん。そうね。こ What の do you 間 think she's going to talk about here? thrill ね。なんか考えなくなったんじゃない？なんか、この間ちょっと思ったんだけど、この一流の教育者ってどんな人みたいなお題があってね。Mm. で、自分なりにこう考えてこう書くんだけど、やっぱ20代の人たちは調べてみましたから入るんだよね。Ah, うん。考えてなかったね。うん。なんだろうってならないんだよね。Yes, the unknown suggests unfamiliar. うんうんうん Anyway, let's see what she says. The thrill of the unknown. うん。 Remember the anticipation of waiting for a handwritten letter? ああ、そういうことね。 The delicious uncertainty of who might be on the other end of the phone line? うんうん。 The internet, for all its convenience, has replaced that feeling うん with predictable scrolling, うん。ああ、なんか。 the non-stop feed. うんうん。 Pamela Paul reminds us of the beauty of not knowing, of letting curiosity simmer instead of instantly gratifying it. なんかさ、例えばさ、新しいお店ができたりするとすぐ調べてレビューとか見て、 Yeah, yeah, yeah. なんか内側がどうなってて外観がどうでとかで全部知ってて、そしたらじゃあ行こうかなとか。そうそうそう、だからこう行った時にはもう分かってるみたいな感じあるよね。ある。うん。あんま面白くない。いや、面白い。それも別に悪いわけじゃないけどね。スリルはないよね。 Everything is more or less known in advance. うん。でそうね。大体わかるもんね。 Yeah. だそれこそ、ほら、今でこそさ、なんかどっかに行こうと思っても、全部調べればわかるじゃない？どこに何があって、こう行ったいって言って、もうすごいルートも全部わかるしさ。だって昔、それこそ乗り換えだってさ、 Yes. もう地図見てさ、 Yes. どっちがいいかなみたいな感じだったけど、 Yes. 今だったら何時何分どの電車ってこっちの方が早いとか全部 Yes. あっという間に分かっちゃうもんね。スリルないよね。行けるかなとかないもんね。絶対行けるもんね。うん、確かに。 In our old house, when we lived in the other neighborhood in Setagaya, I found a shortcut うん to work, which I hadn't known about うんうん for like, we'd been living there for like a year and a half, and I found a shortcut to work. And I was so thrilled. うん I found a shortcut. I didn't check the fastest way to work. I just went how I thought it was. And there was a shortcut that I didn't know about for a year and a half. And I thought that was fantastic. Shall we go to number 2? Thrill ね。 The thrill of the unknown. That's number 1. We've lost it. うん The internet has made us lose the thrill of the unknown. Next one, で number も 2. まあ、でも、そうね。うん、はい。 There's actually little way of surprises anymore. We're not really surprised by anything anymore. うん、でも逆にこう見てる間にね、何これみたいなのが出てくることもあるから、知らないことを知れるっていう意味でね、そのスリルはあるけどね。Number 2, we have lost the power of boredom. What does it mean? What do you think? The power of boredom. Boredom, わかりますよね? Being bored. うんうんうん。 Well, she's saying that being bored is a good thing. And it Yeah, used to be a yeah. really good thing, and we've lost あ、 it. そういう意味ね。 Yeah. そう、時間って意味じゃない？ Yeah, maybe. Let's have a look what she says. Right. This is what she explains. In a world of constant うん stimulation, うんうん。 nobody's bored anymore. Pamela Paul argues that it's in those quiet moments アップリフトはスリルでしたが。
かった。Those quiet moments of boredom, uninterrupted by screens, right? Monitors and things. It's in these moments that imagination takes flight, creativity sparks, and introspection deepens. She calls us to reclaim the lost art of doing nothing and to let our minds wander and surprise us. And I do agree. ほら、子供たちもさ、やっぱりこう、タブレットがないとか携帯がないっていうだけでもう何もできないみたいに思っちゃうもんね。Yeah. 何するのみたいな。Yeah. 何かするんだよみたいな。Who are we talking? We're talking about to that mother who lives in Toyosu. And she was saying too that kids, if they don't have their tablet, they don't know what to do. Well, じゃあどうするの? Yeah, well, we used to make up games. そう、それがないんだよね。でもやっぱこう刺激って癖になるって言われててさ、なんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、なんかで読んだんだけど、なんか実験があって、被験者は部屋に入るときに電流がビリって流されてから入るのね。で、その後、何にもしなくていいんだけど、ボタンを押したら電流が流れるよっていうのだけ教えておく。電流、electric current, okay. で、そうするとさ、何もないじゃない。そうすると、でも電流流されるの嫌じゃない。電流流されるの嫌なはずなのに、何度もボタンを押す人がいるの。ビリっていう刺激が欲しいんだよ。何もないのがつまらなくて。Oh, wow. で、それがね、確か忘れてちょっと調べるけど、半分ぐらいいるんだって。刺激がないと不安になるっていう。Wow. なんか昔、でも例えばさ、なんか私今でも覚えてるんだけど、小学校の時にお友達が遊びに来て、何するって言って冷蔵庫開けて、なんかいろんな調味料とかさ、冷蔵庫から引っ張り出してさ、なんかこれとこれ混ぜたらどんな味だろうとかさ、どうでもいい遊びしてたんだよね。いいじゃん。で、なんかぐちゃぐちゃとかさ、色がグエーとか言いながら、ちょっと舐めてみるみたいな。どうでもいいんだけど、結構面白かったんだけど、今の子ってさ、YouTube でやってたからやってみようって言うんだよね。Yeah. YouTube がなかったら考えつかないのかいって思うような感じするよね。なんかもう I agree with that one. I mean, we are so busy. I mean, not just we, everybody now is so busy that I almost want to be bored. You know, I want to have nothing to do. でもやっぱりなん Wouldn't か that be great? Because there is things you can do. Go for a walk. なんかあとすぐこう携帯見ちゃったりとかね。だってインターネット上にあるエンターテインメントの情報なんて一生かかっても見切れないぐらいもう情報があるじゃん。Yeah. そこに一回入ってしまったら。You know when you catch a train. Now 20 years ago, nobody was on their phone. They were all reading books. 新聞とかね、こうやって。Yeah. Or even just small books, novels. And I used to think, God, these books are so small, but they're designed for the train. でもそう確かにさ、ブックカバーとか持ってたもんね、自分の私。Yes, I wouldn't be surprised. But now, every time I catch a train, well over 50 people, 50% of the people in the same carriage are all on their phone. So I kind of enjoy. I'm not going to look at my phone. I kind of like that. And I mean, if I have to read a message or send a message, I'll use my phone. But otherwise, no, I'm not going to use my phone. This is now time not to use the phone. And you see other people, and occasionally by the door or sitting over there, and they're not looking at their phone. You think, see, this is what it used to be like.
すぐ just for no reason at all pulling the phone out. で、ゲームしてたりするよね。Some people, I guess. い I や、don't really 結 know. 構、あなたあんまり電車乗らないからかもしれないけど、結構大人の人も電車の中でゲームしてる人結構いるんだなって思ったことある。私やっぱ本っていうかもう活字読みたくなっちゃうんだよね。まあ本持ってないと Kindle とか読んじゃうんだけど、スマホのね。Hey, the power of boredom. I quite agree with this point. Number 3. What do you think this means? We have lost the grace or the beauty, if you like, the beauty of imperfection. When the internet started coming into our lives, we lost the beauty of imperfection, not being perfect. What do you think that means? I think I know. We suddenly felt the need for everything to be perfect. そういうこと？ We don't accept imperfection. 答えがある感じがあるってこと？ So let's have a listen to what she says. Do you remember the grainy charm of Polaroid pictures? なるほどね。The handwritten note with its telltale smudges. We've become too perfect. なるほど。The internet with its filters and flawless facades has bred a culture of perfectionism. 確かにね、そうって言われたらそうだね。Those old photos. よかったよね。なんかもう、なんか、もらうまでどうなってるかわかんないみたいな、ね。今なんかもうすぐ分かっちゃうからね。Pamela Paul reminds us of the beauty in the unpolished, the real, the unfiltered. It's a message of self-acceptance. 確かに例えばさ、ノートとかもさ、こう手書きで書くのと、インターネットじゃないけど、こう PC で打つのと、こう出てきたものがさ、なんかこう文字ってやっぱ人を表したりとか、なんか下手くそだなこの人とか、この人上手だなとかさ、どうでもいいけど、そういうところ面白かったけど、今もう文字が一緒だもんね、誰が書いてもね。I found a letter from my mum the other day, and it kind of, oh my God, that's somebody else's writing. You don't read other people's handwriting these days. 見ないね。見ないでしょ。People's handwriting, well, you don't read it. Mine's pretty terrible. どうでもいいか。マシュでも字綺麗だよね。Me? ただマシュはやっぱ左利きからかもしれないけど、いつも曲がるよね。ホワイトボードとか書くと。Yeah, that's on purpose. No? そんなことない。Well, no, it's pretty terrible. I can't draw a straight line. で書けないのが不思議なんだよね。落ち着いてって授業見てるときにさ。でもだいぶ良くなったでしょ？プリスクールティーチャーになってからだいぶ良くなったけどまた戻ってきてない。この間の資格の書き方はさ、ちょっと想像を絶する曲がり方だったよね。なんか意地悪してるのって思っちゃう。No! いや、ノンターゲットとか言ってる場合じゃないぐらいひどいと思う。It could be ね。でも本当まっすぐ書けないよね、線がね。横の線が書けないよね。だって絶対さ、ラクタンゴがなんかこんななってんだもん。なんでそここんな曲がってんのみたいな。私たまにそういう時から入っちゃうんです、授業に。チって直しちゃう。ひどすぎるから。It might be this. In my previous classrooms, the whiteboard was always low enough on the wall so that you can sit down. Maybe it's me standing and writing that I can't write straight. When I was sitting down, 落ち着いてるからね、位置がね。
だって確かに I reckon that's it. Because if you're sitting down and you're writing on the whiteboard, you're writing up here. Now, if I'm writing above me, I can write straight. But if I'm standing and my nose is at the top of the whiteboard, I'm writing below me. And if I'm writing below me, I can't write straight. でも That makes sense. いや、私でもさ、こうやって図を書くときはさ、このホワイトボードの一番上から何センチぐらい、下から何センチぐらいってなったら絶対まっすぐいけない？なんか感覚で書いてるよね、あれ。なんかもうちょっと、いつもドキドキしちゃうんだよ、あの授業見るとき。まあいいけど。Beauty of imperfection. The beauty of imperfection. でもなんか文字がね、全部一緒っていうのがね。文字。で、今ほら、小学校とかでも全部文字打ってあったりするじゃない。先生の手書きがだんだんなくなってきちゃってね。I loved the old handwritten worksheets. And then you'd go to the school, to the printing room and like wind. Maybe the teachers, but of course you remember from your elementary school days. なんだ右利きだけど、耳だ。できない。そうそう。昔があってね、こう。Yeah, and the smell. Remember the smell? いや、小学校にいないと分かんないよね、職室にいないと。Yeah. But as kids, we got those, and you'd smell them. Sensei would be like, here you are. And everybody would be smelling them. 本当？ Because they were brand new, just off the printing press. 楽しかったな。なんかね、purple だったっけ？いや、ちょっと黄色いんだよ。Purple? The ink was purple. It was supposed to be like either black, but it was never black and white. It was always like a light purple and white. Or a light blue and white. The mochi was always light blue or purple is my image. なかったっけ？ What were they called? なんだっけ？なんとか sills. Not pencils, stencils. In English, we had a word for it. I don't know. Even Japanese word doesn't come up to me. Right, there was a word for it. If anyone knows, what's the word for the old printing wheel? And then you'd get that. The paper was the same size, always A4. The paper size didn't change. 昔は A4 じゃなくて B5 だったけどな、紙。B5? Half of A4? B5 だった気がする。A4 だったかな。なんか昔さ、ほら教科書とか今全部 A4 で大きいじゃん。私たちの時って小さかったよ。ノートも教科書も。でも今ほらプリントが全部 A4 でやるから、ファイルも全部 A4 だし、紙が大きくなったし、教科書も大きくなって重くなったイメージがあるけど。まあでもいいや、それは関係ないけど。でもちなみに、ほら、今の教室でさ、小学校1年生が多いんじゃない？めっちゃ重いよ、their bags。そりゃそうだと思うよ。めっちゃ重い。だって教科が増えて、教科書が大きいんだもん。それだけ紙が重いんだもんね。で、プラスあれでしょ？タブレットでしょ？でも今、置き弁していいって、置いてっていいって言ってるみたいだけどね。Kids don't want to do that. Of course they want to take them home. 重い。めっちゃ重い。でも私が小学校でそんなに重かったかな。No, I was going to say, even our girls, when they were going to regular school, めっちゃ重いよね。Yes, but it got heavier every year. 1年生そんなに重くなかった。But I was surprised. We've got so many 1年生 students. Their bags are super heavy. Unbelievable. Hi, what else have we lost? So let's just go back. We have lost the thrill of the unknown, the power of boredom, the grace of imperfection, the power of aloneness. What do you think she's going to talk about here? Alone, being alone. ちょっと待って、なんか、sorry.
ごめん。はい。なんだっけ The power of being alone. We've lost it. What do you think she means by that? インターネットを見ると人が見えるからね。なんか文字だけじゃないし。No. そう。でもこれってすごくなんていうのかな。今よくある引きこもりとかに多いじゃない。引きこもりになってしまう人って本当に一人で引きこもってるんじゃなくて PC と引きこもってるよね。完全に一人じゃないっていうかさ。そういうこと？ I think so. I haven't read this one entirely yet, but I've got a feeling she's going to say, well, you can easily make connections with somebody very quickly. そうね。Communicating with someone is only a few clicks away. そうね。I think she's going to say something like that. We're not comfortable being alone anymore. She says the power of aloneness. Before the internet, being alone was a normal and healthy state of being alone. It's involved solitude, reflection, and self-care. そういう意味ね。でもそれってなんかどっかでさ、インターネットを知ってると忙しい感じしない？忙しいんですよ。なんかこうゲームしてもそうだし、なんか見てもなんかこう情報もいっぱい入ってくるしさ、なんか自分をこう内観したりとかいうこう自分になれないよね。一人になれないっていうか。Yeah. それはあるかな。I mean, I think if you've got something to do like that occupies you, I've got music and I don't need the internet. I don't even really want to be anywhere near my phone when I'm practicing or when I'm also, especially when I'm listening, because you have to concentrate. But if you've got some sort of hobby like gardening, reading books, puzzles, you can remove yourself from the internet and be by yourself for a good amount of time. But I wonder if you don't have that. そうだよね。私結構本とか読み出しちゃうと時間忘れて読んじゃうよね。いい。You should use the garden. いや、別にいいじゃん、どこで読んだって。でも気持ちいいよ。もうおじいちゃんですよね。We have a garden. Yeah, I know now, but in the spring, when it starts to get warm, just take more advantage of it. You never sit out there. It's always me. だってあなたがいるから行きたくないんだよ。別に2人で並ぶことないじゃん。だってさ、お庭でさ、座ってゆっくりコーヒー読みながらさ、携帯いじってんだよ。Who? You. Yeah, sometimes. やだよ。Sometimes. Hey. So, before the internet, being alone was a normal and healthy state of being. It involved solitude, reflection, and self-care. The author reveals how being alone can benefit our well-being as it can give us space, peace, and perspective. She also warns us to protect our time alone, as it can be invaded by the internet, which can make us feel lonely, anxious, and overwhelmed. Yeah, I can understand that. People do that. If you feel a moment of discomfort, you grab your phone. すぐね、逃げちゃう、そっちにね。So. Oh, I'm bored. Oh, I'm feeling a bit lonely. わかる。なんか、ほら、たまたまさ、今、日本もそうだけど、結構海外でも引きこもりが問題になってるとか言って、ちょっと見てたんだけど、本当に引きこもってるんじゃなくて、もうずっ
とインターネットやってるとか、ずっとゲームやって部屋から出てこれない人がほとんどなんだよね。だからゲームもインターネットもない部屋に引きこもってるんじゃなくて、いう人は少なくて、もうインターネットがあるから引きこもれるみたいな。It is a worrying うん issue うん because it almost feels like this screen has physically うん captured うん you うん。そう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 。and you can't remove yourself うん from it うん。 for any length of time. それがあるから引きこもれるっていうのがあるよね。何にもなかったら引きこもれない気がしちゃうけど、ついついなんか YouTube 見てゲームしてってなったら時間も経っちゃうし、あと眠たくなったら寝てお腹空いたらご飯食べてみたいなことができちゃうからね、インターネットがあるとね。うん。だってそれこそ家に本しかないって言ってもさ、引きこもって全部読んじゃったなって思っても Yeah. Z だけど、インターネットだってもう何でもできちゃうからね。We've often talked about like we should like go away うん into the hills somewhere うん for a week or 2 weeks or whatever. Totally 何にもないとこ。 off the grid. うん Go with a couple of う books. んうん。そうそう。最高やりたいね。あとやっぱりこう、なんだろう、フィルターとか、そのなんかインスタに上げるために写真撮るとかじゃなくて、目に焼き付けたいとかいうのない？なんか写真、なんかいい写真を撮ろうとかいうよりも、なんかもうちょっとこう、なんだろう、感じてたいっていうかさ、まあインターネットじゃないかもしれないけどね。でも今、あれだよね、なんかこう、インスタに上げるために写真撮るみたいな人結構いるじゃん。昔って、こうインスタが悪いわけではないけど、なんか人に見てもらうために撮るっていう感じはなかったよね、写真ってどうなんだろう。わかんないけど。なんかそれも変わってきちゃったのかな。So now you can see why people うん just going on a comment you just made. The next age after the age of information is an age that we don't really know the name of, but you can see why people would call it the age of sharing. うんうん Any information you get, you share it. うん。そう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 。 Take a photo, share it, うん upload it, うん。 get people to comment. How many likes can I get? It's very much like that. そうね。昔あとほら、日記って自分の秘密だったけど、今ブログみたいな感じで、もうどんどんオープンにしてるしね。 Now, number 5, うん things that we've lost. Number 5, the joy of serendipity. What does serendipity mean? I don't know. This is a new word for me. I think I've seen it before. I don't know what things sometimes mean. Serendipity. 聞いたことあるような気もする。聞いたことあるよね。Serendipity. Well, let's go straight to the うんう explanation. ん Stumbling upon a handwritten recipe in a dusty cookbook. Discovering a hidden bookstore tucked away on a cobblestone street. うんうんうん。 These were the serendipitous joys of the pre-internet age. Stumbling upon things, finding things, なるほど。 new discoveries, Right. like old cookbooks, old bookshops, little corners, little cafes. The author, Pamela Paul, she laments, which means is sad about, the loss of chance encounters, あ the ー unexpected treasures, うんうんうん。 waiting to be unearthed if we just Mm. put down our phones and explore. うん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 。そういうこと。なるほどね。なるほどね。 We're not discovering things anymore. The only discoveries we make are here, うん、そうだね。 not out here. わかるな。そうだね。そうだね。 What's the last big discovery you made that didn't involve the internet? あ、私あれだね。春山先生からもらったすっごい古い英語の本。教育の本。
う初版みたいな。もう絶対ないような。古い本、教育の本。あれはネット上でもないんだよね。で、有山先生が1冊買ってたのに、また買っちゃって2冊あげるから私に1冊くれたっていう特別な本だったんだけど、あれはネットでも見つからなかったね。いい本を紹介してもらったなと思う。なんかそういうのない？なんか昔の本とかでさ、私も。Well, I've got mates who are massive record collectors. They won't listen to music digitally. Everything has to be, what's the word? Analog. And they've got, でもさ、 right? アナログのさ、アナログの音いいんですよ。いいんだよ、ギリギリな感じが。そう。それこそさ、パーフェクトじゃない感じ。あの音いいですよ。わかる。わかる。And I mean, record collectors are addicted to that sound. わかるな。そうね。そうね。なんか今ほら音楽聴くのにも全部 PC から流れてきたりっていう感じだけど、あったよね昔レコードとかさ、赤いレコードなかった？ Yeah, some singles, そう like special releases とか。なんかもうペラペラのさ。Yeah, limited release, like they were like ペラペラの。yeah. ああいうのがこうちょっと針乗せるのがすごい。They were often in the back of magazines. そうだっけ？あ、なんかあったね。そうそう。If you buy this magazine, you get a free record. あったあったあった。That's why they were. で、なんかちょっとずれるとさ、音飛んじゃうじゃん。Yeah. And I remember being, you know, obviously over the age of 18, but having too many drinks at people's parties or whatever, and like just trying to put the record on and you scratch records. Yeah. You have to be very careful with records. 今音楽だって全部もう CD でもないもんね。CD もない。But I remember when the CDs came out and people used to say, the sound is different. But of course, over time, you don't even hear the difference between records. I mean, records are obviously... But その後テープだからね。Yeah. Well, I didn't like tapes. I was really happy when floppy disks came out. Not floppy disks, MDs they were called. そうね。Because they were small enough and no matter how often you played them, tapes got worn. そう、だからほら、鉛筆さしてこうやってくるくるやってなかった。やったよ。やった。なんかこう、ビーってなっちゃって、あーってこう、鉛筆さしてくるくるやってたけど。Yeah. And my friend, Japanese friend of mine, when we lived in Saitama, he drove a Volkswagen, a beige Volkswagen. And in his car, he had a cassette deck to listen to music. And he'd put the cassette in, and in winter, because the cassette player would warm up with the engine. But in winter, it'd be like... So you'd hear this music at really low speed as the engine got going. そうなんだ。そう。でもそういうのないもんね、今ね。いや、すごいな。Well, also the thing is too, this one's too, the access to music. The access, you can get anything you want. That's a big thing that we've lost. Yeah. Like going to buy a record was a big thing. そうね。I've saved up a month. それこそさ、探してさ、探して、こうやってさ、そう。それもないもんね、今。That's what we used to do on weekends when I was a teenager. You'd go into town, meet a group of mates at the town hall, and then you'd go record store hopping. そうだね。And just touch and see if there's anything new. Have a chat to the manager.
and go to the next record store. We used to do that. なんかそういうのもなくなったよね。 Right, and if you'd find something, you'd brag about it to your mates. Look what I found. でも You'd そう go to second-hand でも record そう stores and そう思うとさ、ほらレンタルビデオとかもそうじゃない？昔さ、なんかね、 VHS. そうなんか映画でも見ようかとか言ってさ、こうお店に行ってさ、何か見るの決まってないんだけど、これかなとかいうあの時間もなくなったよね。 Yeah. 今もうババ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 って出てきてレビュー見てこれかな。 We saw Prison Break. ああ Do you remember the TV series あったね。 Prison Break and 24? そうすごいハマったよね。もうバカみたいに見せてたね。プリズンブレイク。And what was that TV series with the sci-fi investigator? X-File? X-Files. The X-Files. そう、X-File とか、プリズンブレイクとか、24とか見せたね。Yeah. うん。 And we paid so much in late return そうそう fees. そう。いつも忘れてて。ああ、続けてるみたいな。そう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 。あれもないもんね。ない。不思議だね。あんなに借りに行ってたのにね、こんなバスケットとかにさ、 Yeah. なんかほら、1週間分とか言って、 Yeah. 結構何本もさ、 Yeah. And then new releases would come out and they'd be all gone. そう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 。 You could never get it. だってあったじゃん、こうやってなんかこうカバーがあってさ、ここに入ってるじゃん。入ってないかったりするじゃん。Simba, no. And then you'd go to where's the trolley with the returns? そう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 。 You'd check the trolley for the returns. Maybe it hasn't been put back yet. でもその時間もないんだよね、今ね。それすらもちょっと見に行こうかがないんだもんね。そうなんだよ. It was like 余裕がない。 going to the shop to look for a movie was part of the experience. ね。 You'd go to the video shop, look for a video. It'd be like, I want to watch this one, I want to watch this one, let's watch this one together. We'd always go home with 3, at least 3. そっちやだとか言いながら、ね。そう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 。And then you drop into the supermarket on the way home to get your snacks. ないね。 Friday night was always video night. そうだったね。 But now because you can access videos so conveniently from your house, we hardly watch them anymore. どうですか皆さん。Netflix ね。I guess so. Netflix is like having your own video store in your home. You can flip it. It's not the same. 座ったアニメのテーマソングを覚えたくてラジカセをテレビのスピーカーにぴったり当てて静かしてってカセットに録音してました。やってたシーとか言いながらね、やってたね。でも楽しいよね、そういうのね。We used to listen to the radio and go, oh, I want this song, and you'd press record the radio. あったよね。あった。でもさ、そうやってなんかこう出かけて何かを探しに行こうとか見に行こうとかいうのもなくなったかもね。インターネットのせいで。なんかこう便利って言うけどちょっと違うよね。The experience is different. The experience is different. でもそれね、なんかこの間なんかの分析になったんだけど、今こうZoom とかにさ、学ぶたりオンラインで学んだりってなるじゃない。でもやっぱりオンラインで学ぶのと実際に全然違うっていうのやっぱり言われてるもんね。体験として全然違いが大きい。便利なのってなんか実は便 It's 利になれば convenient at the expense of something. そう。なんか便利だと何かが失われる感じがするよね。Yeah. Number 6. Things that we have lost. There are 7 things. There are actually 100 things that we've lost, but we're just going through 7 of them. We have lost since the birth of the internet the art of deep listening. Ooh. Our listening ability has been taken away from us by the internet. Let's have a listen.
Before the internet, tweets, reels, and stories, listening was a respectful and attentive way of engaging with someone. It involved hearing, understanding, and responding. Pamela Paul, the author, illustrates how listening can improve our relationships as it can show our interest, empathy, and support. She also urges us to practice the skill of listening as it can be compromised by the internet, which can distract us, interrupt us, and isolate us. I think she's right. We used to do more face-to-face conversations, telephones. We'd be listening to people. We would show facial reactions. Everything is through mail or messages, and you cannot see. What we do is check, have they read it? Have they read it? Have they read it? And you see read, but you can't see their face. そうね。大きいですね。Somebody's written something. お誕生日カードとか書かなくなりましたね。そう。うちの娘たちよく書いてくれるよね。いや、なんか、そうそうそう。そう。Listening。なんかね、やっぱバリューが変わっちゃうんだよね。Value は変わったね、the value. That's why I like the conversations I have on the street with the neighbors. It's very 懐かしい。そうね。Shops too. Shops too. なんかさ、なんか昔、例えばさ、コンビニの店員さんとかでもさ、もうスマホ持ってて、お客さん来たらスマホ置いて、お客さん帰ったらスマホ見てるみたいな人いるじゃない？いるよ。なんか愛想も悪くなった気がする。Well, that's different in my case because all the lads at the convenience store, they kind of know me. They always start up a chat with me. 元気とかさ。They can't use keigo. Right. There's only, I think, one or two Japanese guys. All the rest are from overseas. But obviously, we use Japanese with each other. どう仕事とか言われるの？言われるの？ね。仕事終わった？はい、終わりました。そうなんだ。そうそうそう。So that's okay. I've got. But in the other convenience, we used to live. We're pretty friendly with the convenience store stuff. I think we just like being friendly with shop people. 前住んでたマンションの1階がコンビニだったんでね。もうめちゃくちゃ仲良くてね。They used to give our kids snacks. びっくりしたよね。They're like, いいよいいよっつって。Take something from, what do you want? What do you want? What do you want? なんか社員割かのかわかんないけど。そうなんか好きなの持ってきていいよっつって。みたいな。そう。コンビニだよ。なんかママコンビニの人がそうお菓子くれたとみたいな。ダメでしょそしたら大丈夫ですとか言って。But anyway, it's important, I think, communication with because you used to go to shops because of the people who worked there. そうね。ね。関係ないけど、うちの娘たちなんかいろんなお店でいろんなものもらってくるよね。最近あそこね。ケーキ？この間なんかもらったっけ？いや、よく行くの、seafood place. It's a seafood restaurant. いつもなんかね、娘が来ると、なんかジュースを。Juice or dessert or something. 店長からみたいな、すいませんみたいな。よくもらうよね。なんかケーキもらったりね。Well, yeah, these are the face-to-face experiences that I think bring value. そうね。でもそうだよ。だってさ、今カフェとか行ってもさ、QR コードで注文してくださいとか言ったじゃん。I hate that. あります皆さんとこ。東京結構増えてきてるよね。テーブルから注文できますとかさ、QR コードから注文してくださいみたいな。めっちゃ昭和のコンビニですね。ほっこりします。よくなっている気がしますね。昭和のコンビニ。そう。ね、でもね、そうなんですよね。Don't you hate that? Going to restaurants have to download the QR code and then order from there. 嫌なんだよね。Or you've got the tablet at the table.
今もう全部タブレットじゃない注文。 And でも even さ、 worse, I don't know how you guys are out there, but in Tokyo, you've got these robots like あー that look like big, oversized rabbits, 猫 and みたいなやつ。 cats. and they go beep, 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 beep through the う restaurant. んうん They've replaced the staff with robots. Very typical. That's very family restaurant style, isn't it? 昔はさ、コーヒーいかがですかお姉さんが必ず言ったよね。コーヒーいかがですかコーヒーいかがですか Yeah. ってね。コーヒーいかがですかのお姉さん、私好きだったな。嬉しかったな。あ、はい、ありがとうございますみたいな。今それもないし、みんななんかドリンクバーになっちゃったしね。 Drink bar. God. 私好きじゃないんだよな、あれ。なんかさ、まあいいや、QR コードで頼むのってすごい嫌じゃない？ Yeah. Yeah. なんか本当に、なんだろう、まあコロナがあったから余計そうなのかもしれないけど、人と話したくない人はいいけど、でもなんか人がいるのに人を感じないお店って嫌じゃない？なんかお店ってそのいる人の雰囲気とか空気感とか全部 Yes, 全 yes. 部に対してお金を払ってる感じがあるから、 Yes. 食べ物だけに払ってるわけじゃないんだよね。 Now, and I must say, like those buy a ticket. うん、 You buy a ticket and then bring it to the counter. それもギリギリあんまり好きじゃない。あ、食券買ってる。食券買って。あ、そう。 A lot of ramen shops have them. うんうんうん。 You know, Japanese fast food うんうん。 restaurants will have them. I don't like them because I like the, you know, hey, 何々一丁とかさ、なんとかなんとか一丁とか、大盛りみたいな。I love hearing the そうね。 communication between the person who takes your order and the kitchen staff. 好きなんですよ。いや、私なんか元気そうで。自分のスマホから注文するってすっごい違和感あるんだよね。 Awful in a restaurant. Dreadful. I might as well stay home and get it delivered. だってさ、すぐそこに人いるのにさ、すいませんって言っちゃいけないのみたいな。 Especially beer. Ordering a beer through your phone. なんかね。Yeah. Hey, and number 7. How's our time? Yeah. So just to go back, things that we have lost since the internet. We've lost the thrill of the unknown, the power of being bored, the beauty of imperfection, the power of being alone. And we've lost the joy of serendipity, which means finding quaint old things. We've also lost the art of deep listening. And number 7, the final one. You talked about it before at the start of the meeting. We have lost the ability to write a letter. Before the internet, writing a letter was a meaningful and personal way of communicating with someone. It required time, effort, and care. なんかさ、ほら、間違えないように書こうとかあったじゃない。あるよ。あったあった。ね、こう一旦さ、鉛筆で下書きしてからボールペンで書こうとかさ。I used to do it on scrap paper first. Prepare it on scrap paper and then write it. Watching you, looking at your notes and copying it really neatly. Ah, I made a mistake. 私もなんか昔こうやってやっぱり薄くひらがなで書いてから上から書き直すとかやってたよね。そういうこともしないもんね。しない。The author, Pamela Paul, shows us how writing a letter can express our emotions, thoughts, and personality. True, in a way that email, text, or social media cannot. She also encourages us to revive the art of letter writing as it can strengthen our
bonds, preserve our memories, and delight our friends. So there's the book. It is called 100 Things We Have Lost to the Internet. Please look that up. Her name is Pamela Paul. なるほどね。なんか、そうね、書かなくなったね。でもちょっとこう、どうなるんだろうね、これからね。And the reviewer, she adds at the end, she found this book to be a masterful exploration of what the digital age has carefully, but sometimes fiercely reshaped in our lives. It has. The digital age has totally reshaped our lives. Reading this book was not a trip down memory lane. It was a call to action. It wasn't about abandoning technology, but about finding a healthy balance. そのバランス絶対大事だよね。Mindful coexistence with the digital world. It was an excellent review. I'm sorry I don't have the reviewer's name, but I think she made some excellent points. なんかこう、今その AI もどんどん進んできてるから、自分にその技術がなくても、例えばこう本を書く技術がなくても AI 使っちゃえば本一冊書けたりとか、今ブログも自動化とかさ、インスタも自動化とか言って、しかもキャッチコピーも全部作らせてみたいなことが全部できるじゃない。なんかさ。Well, yeah, it kind of annoys me that our society has become one enormous assumption that everybody has a smartphone. Right? You cannot run your life without the internet, without a phone. Right? You have to order your meal through a QR code. It's the assumption that everybody's got a phone. I really don't like that. そうなんか学校でも言われるね、携帯持たせないんですかっていうか持たせませんって。かわいそうっていうか、そうですかって言うんだけど。ないならないで生きていけるっていう経験をさせたい。どうせさ、いつか持つんだったら持たない期間を長くしたいっていうのは、私のなんかわがままなのかもしれないけど、なんかなくてもなんとかなるっていうふうにしたいよね。だって、once you have a phone, you don't have to do anything. You don't have to study anything. You don't have to remember anything. You don't have to look up everything, right? なんかもうこれがないとダメみたいになっちゃうのが一番怖いかな。Yeah. I mean, if you get lost, look around. Look at a map. Find a way out rather than just check the phone. Use your skills. まあでもどうなんだろうね。もう時代がこれからどう変わっていくんだろうね。今。It's not gonna get better. でも間違いなくそのインターネットっていうこと自体がなんかまた変わってなくなるみたいな話聞いたことあるけど、テクノロジーっていう意味ではもうどんどん進んでるし、この間も大学の先生も言ってたけどさ、今その英文で何か書かせるって言ってもみんなチャット GPT に書かせちゃってる英文を先生が何をチェックしたらいいんだろうみたいな。もう一生懸命自力で書いてる生徒と、もうチャット GPT 使って書いてるのと、なんかもう今混在しちゃってて、英語の授業何していいか分かんないって言ってたよね。There's a lot of messages here. I've missed most of these. わかります。でも目の前に人がいても Google マップっていうのもそうね。あとはここで読んだ。ここ消しちゃってるね。勝丸先生。こんばんは。すいません。さっきプライベートの YouTube アカウントからコメントしてしまいました。本当にごめん。そのうち、先生が目の前にいてもみんなシリに聞く日が来るのでは。みんなシリに聞いちゃうよね。そう。今なんかこう、なんだろうな。もうチャット GPT 使わないのはダメだみたいな
今小学校の先生もどんどん使い出してるしね。だからその知識っていうか情報っていう意味でのね、知識っていうのに関してはすごくアクセスが簡単だから、その価値っていうのも確実に変わったじゃない。だから覚えてないといけないっていうことがなくなってきたよね。いわゆるこう今までの学校教育で言われる勉強っていうものはできなくても、そのインターネットがある限りうまくこうなんていうかな、補填し合っていける時代になってるっていうのはすごく感じるよね。ってなるとやっぱりその人間らしさが残らなかったら危険よね。人間らしさってなんだろうって本当に思う。まあとはいえインターネットがあって良かったなって思うこともいっぱいあるじゃない。あるよ。ある。ね、それはすごくある。その情報、今までさ、それこそ学校教育とかってもう教科書を教えられて、教科書を覚えて、教科書をテストされみたいな狭い中でのいわゆる教育っていうものがなされてきたのが、いやこれ全然一部じゃないとか、本当なのみたいな、もっと知らないこといっぱいあるよねって、こっちはどうなのみたいな感じで、こうなんていうのかな、頭の中で世界をバーンとこう開けるっていう意味ではインターネットものすごいいいけどね。ただね、なんかこの間もなんだっけな、インターネットリテラシーの授業かなんかやってる人がいたんだよね、中学校とかで。なんかこうデマ情報を見つけるみたいな。くったないよね。なんかWell, the internet's a bit like chocolate. I mean, it's great and you can love it, but too much of it's going to make you a bit sick. And you get addicted to it. 何を見るかによるけどね。で、私思ったんだけど、まあなんかくったらないのも、本当にくったらないのもいっぱいあるけど、でもすごくusefulなインフォメーションいっぱいあるし、だからより人間性が出てくると思わない？ Yeah. あなたがどういう人であるかによって得る情報が変わってくるみたいな。なんかインターネットがあればあるほど人間性、モラルとかいうのがものすごい出てくるね。Yeah. Just out of まあどうでもいい話けども、大丈夫？どうでもいい話けども、yesterday I joined a new group on Facebook, and it was foreign residents living in this area. 私それ見つけた。I joined it. そうなんだよ。教えてあげようと思ったら入ったんでよかった。で、フォリナーしかダメって書いてあったからちょっと遠慮しちゃった。しかダメ？ Foreigners in 世田谷じゃないの？ But I don't think you necessarily need to be. Really? なんかI joined it, but I wasn't asked what nationality I was. I was asked to join the group. You have to go through the group moderators, and the only question they said was, "Do you live in this area?" 情報はたくさん溢れてて便利だけど、結局使う側がどう付き合っていくかでどう見るかが大切なので、やっぱり人間力や思考力はそこで試される気がします。その通りだと思います。特にね、人間力もそう、思考力なんだよね。本当に思考力とかクリティカルシンキングとかもそうだけど、本当に大事になると思う。で、なんでかっていうと、やっぱりこう皆さんもう気づいていらっしゃると思うけど、常識だって言われてることは常識じゃないとかね。そんなの当たり前でしょっていうことは本当に当たり前なんですかっていう今時代じゃないですか。で、ということはいかに自分がニュートラルでいるかってことが大事で、ニュートラルでいるっていうことは一つの情報を取った時に盲信しないが絶対なのね。一つの情報を取ったらこれと相反する情報とか違う情報が絶対あるだろうと思って他の情報を見て両方見て
プロもコンも見て自分の頭で判断するっていう時代だから、なんか、わあ、そうなんだ、そうなんだなんて言ってたら、もう情報にこう全部振り回されて、思考力が止まっちゃうから、本当にここすごい試されると思う。いかにバランスよく見るかっていう、盲信しないかっていうね、一つの情報に。この人が言ってるから間違いないとか、いや、そうにやめた方がいいし。私たちも言うもんね。別に信じなくていいんですよって。私たちが言うからすごいとか正しいとか全然そんなことなくて、私たちが言ってるのは私たちが信じてることを言ってるだけで、それをどう受け止めるかは自分の判断。自分が納得してるかどうかが大事でね。あそこに書いてあるから、あの人が言ってるからとか、そういうのは、ただのその一つの考える材料であって絶対じゃないから。これがね、本当に良くないなって思うね。日本人が弱いのかな。でも、その思考力を奪ったのはもう確実にメディアとエンターテインメントだと思うね。インターネットとかのメディアだと思うね。考えないっていう。考えさせない教育を。My biggest conflicts with people are usually about that. When people say to me, but it says so here. So? What do you think, And you haven't read that. I'm like, no. Well, it must be true because it says so here. You should read it. I'm like, no. あ、そう。私一応読んじゃうNot if I don't want to. な。I'm not going to read anything I don't want to read about if I'm quite happy with what I have. If I'm working very well, very nicely with the information I have, if I'm doing fine with the information I have, I don't need to read anybody else's information that conflicts mine. ああ、そういうことか。So, I mean, I'll look at different sides of a story for sure. And I know there are different sides of a story. But anyone, when it comes to how to, you have to read this. ああ、それはね。I always, if I'm in any conflict with people, it's people like that. How to で言われる人は、なんていうのかな。見てるとこが違うから、もう、なんていうのかな。話にならないっていうか、会話にならない。Right. It's like, you should read this book all about cake making. Well, what if I don't like making cakes or I don't like cakes? まあ、それはそうだけどね。でもやっぱりさ、ね。でもやっぱりこう自分の地頭で考えて、自分で判断するって、自分で正解を見つけていくみたいな。で、その自分で正解を見つけていく過程で、間違ってたらどうしようとか、もうそういうのがあるからうまくいかないんだよね。間違うのは良くないとかさ、ダメだみたいな感じがあるから、自分でジャッジできなくて、なんかこうどっかにすがって誰かのせいにしたいとか頼りたいとなるかもしれないけど、でもやっぱり、サナイ先生。Hello, サナイ先生。考えるのも大事だけど。体を動かしてやってみるっていう体験もとても大切ですよね。本当そうだよね。でもね、本当に体を動かすってすごく大事だと思う。今もうなんか、例えばさ、メディアもだけど、私は学校が思考力を奪ってる気がしなくもないのかな、考えたらそうするみたいな。あ、それはそうだと思います。もうぶっちゃけちゃうけど、思考力奪うための教育がされてるんだと思う。だってその方が企業戦士になりやすいからね。上司に歯向かわず、ちゃんと言うこと聞いて働いてくれる人を作るには、That's right. 思考力持たれたら困るからね。Yeah. そうだと思うよ。How can you control people if you let them think? だって、いろんなこと気づかれたら困る人たちがいるからさ。Of course. They don't want you thinking. そう、バカで言ってもらうのがちょうどいいんでしょ？ Yeah.
奴隷だと思ってない奴隷が一番幸せだっていうね。でもこれはね、もう。So there's a famous English expression. They want you smart enough to run the machines, but just dumb enough so that you don't think about how miserable you are. そうその通りで。でもさ、思わない？もう日本、本当やられたよね。Ladies and gentlemen, we've come to the end of our program, our broadcast. Thank you very much for joining us today. Great comments. ありがとうございます。 This is brilliant. I mean, you know, yes, it's the internet, and so it sounds like we're contradicting ourselves. We did say there are many, many things, positive things about the internet, and this これだ is ってインターネットだからね。yeah, and this is obviously one of them. The great interaction we're having. Of course, it would be better face to face, but given the location that everybody is, that's not always possible. And this is a really good でも alternative. なんかあったらいいよね。ただただ喋る会みたいな。Well, we can do that on Zoom anytime. ね。Occasionally, we have switched formats from our usual Thursday broadcast, and we've made it suddenly a Zoom broadcast, and that may happen again. It will be probably突然だね。そうね。We usually don't plan them. Hey, what's coming up here, me? Our calendar's over there. 私は You're 週 out 末 of town this そうなん weekend. です。宮崎に行ってきます。すごいね。そう。育子先生に会いにね。すごい行きね。たいと思います。応援してるからね。サナイ先生、いろんなことを考えると悲しくなるけど、きっと素敵な未来が信じてありがとうございました。そう。まあ、すべては妄想だからね。いいも悪いもね。思考は現実化するから。自分で決めるよ。Okay, well, I'll try a little bit harder to be a bit more optimistic. でも結局ね、どっちでもいいのよ。なんかポジティブに行こうぜっていうのもありだけど、ネガティブな自分がいたっていいじゃんっていうさ。なんかこう、善悪とか白黒とかなくていい。なんかこう、ベイグなとこともあっていいかもしれないね。I don't think I'm negative or pessimistic. I'm actually under Hiromi's, because of Hiromi's influence, I'm probably more neutral these days than I ever have been. I think, and it's a very comfortable position to be in, to be neutral. ニュートラルってでも簡単ではないんだよ。Is that right? なんか自分ニュートラルだって思いながらニュートラルかって思うと、まだまだ修行だなって思うこといっぱいあるよね。And what else is coming up? ほら、もうすぐ始まりますよ、10期が。10期始まります。今回、It is going to be good. リピート生も合わせて20人弱。I'm currently, with regards to Juki, I've been looking over my lessons. 教科先生、ネガティブに考えながらもポジティブに行動するっていうのが理想。そうね。そう。両方大事。ポジティブに動く。So Hiromi and I, based on kind of new ideas that I'm putting into the classroom, have been thinking about how we're going to make the changes in Juki. 結構ね。結構違う。いや、内容が考えすぎちゃったし。なんかね、もっと教えたいことが増えちゃったんだけど、これやりすぎると気をつけない。危ないなと思って、少しずつ。Yeah. 一気にはやめる。There are some sessions that are going to have some fairly big changes. I'm looking forward to the Bunpo Donyu, personally. 2期生10期ですか？おめでとうございます。Hey, Naomi Sensei. ありがとう。すごいでしょ？ 10 期ですよ。続いてるね。なんだかんだ。And changes are coming. It's going to be great. そう。なんかでもね。I might even get a haircut. でも我ながらっていうか、プログラム作った時によしこれだと思ったけど、大きくは変わらないね。あれを超えるのがなかなかない。ただやっぱり私もそれこそね、直美先生2期の時からするとかなりパワーアップしてるので、
知識も増えてるし。だって2期はまだ4 sessions だったかな？ 6になった。We're now up to 10. 今10セッションですよ。10でも足りなくなっちゃってるんですよね。はい。でもね、Alright. 思うけど、皆さんね、コーチングやっぱ大事ですよ。コーチングね。セルフコーチングもそうだけど、これからは、アップリフト性わかると思うけど、リミティングビリーフとどう戦うかじゃないけどね。大事になってくると思います。ではでは、thank you. な Lots of viewers joining us this evening. Thank you so much. We always feel very blessed to have you on board with us. And thank you so much for ありがとうございま great す。 comments. A couple of love hearts flying there. ありがとう、ありがとう。感謝してます。Enjoy the rest of the evening. Enjoy your weekend. Tomorrow's Friday. そう、あと一つで忘れた。ラーニングワールド準備ミーティングの皆さん、アンケートありがとうございました。拝見しました。ありがとうございます。で、次の期どうすんのってすっごい問い合わせ来てるんですよ。でももうごめんなさい、まだ確定できないの。なぜかっていうと、これちょっとね、家庭の事情がありまして、私たちのね、ファミリーのね、ちょっと、どういうふうに時間を確保するかっていうところで、まだ決められないところがあるんですよ。だから、早く教えてっていう先生、本当に申し訳ないんだけど、teachers are trying to prepare their schedule for next year. 私たちもそうしたいんだけれども、ちょっと今、We need a little bit more time. そう、もうちょっと物理的にまだ難しいので、お待たせしてごめんなさい。私たちもね、時間が限られてるから、どうしても。永遠にやるんだったらもういろんなことやりたいんだけど、ちょっと優先順位を考えながらですね、ワークライフバランスをちょっと考えながらやらせていただきたいと思います。We have to be careful because if we just say, well, it's going to be this, and then we decide later, well, no, we have to make some more changes. We have to be very, very careful. Thank you for your understanding and your patience. そう。気持ちはもうすぐにやりたいんですけどね。はい。では、Thank you, everybody. ありがとうございます。いつもありがとうございます。直美先生もありがとう。いや確かに before the internet 楽しかったね。probably my biggest memories come from those days before the internet. And I'm kind of glad I experienced. Kids these days, they've never experienced life before the internet. I'm kind of glad we're part of the generation that did. I love the fact that I grew up. でもさ、わかんないよ。なんかもう今の10歳ぐらいの子供たちが大人になるときにはさ、next technology。そう。そんなことしてたのみたいな。わかんないよね。もう車と空飛んでるかもしれないしさ。地面走ってたのとか。そう。Maybe. Maybe. はい、Thank you. 失礼します。